皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日はだから、それで、そこで、するとの4つの接続詞について一緒に考えたいと思います。まずはこんな動画を見てください。いいアイディアが全然出てこない。今晩企画会議なのに。もう無理だ。こんな時はシャワー浴びてこよう。頭がすっきりした。これで新しいアイデアが考えられそうだ。はい、こんな時皆さんもありますよね。これは私のある日の一日です。では、今の動画を作文にしてみましょう。いいアイデアが全然出てこなかった。シャワーを浴びた。頭がすっきりした。ちょっと変ですね。文と文の関係がよくわかりません。では、接続詞を使ってみましょう。いいアイデアが全然出てこなかった。そこで、それで、シャワーを浴びた。だから、すると、頭がすっきりした。接続詞を使うと文と文の関係がわかりやすくなりましたよね。でも、それで、そこで、だから、するとのうちどの接続詞を使うのが正しいのでしょうか？どれも同じ意味でしょうか？そこで今回はこの4つの接続詞の意味や使う場面を詳しく紹介します。この動画を見てそれぞれの接続詞の違いをしっかり理解しましょう。一つ目は A だから B です。だからの前の文を A、後ろの文を B とします。A ははっきりした原因や理由。B は自分にとって当然の結果や行動について言います。先ほどのいいアイデアが全然出てこなかった。だからシャワーを浴びた。この場合、いいアイデアが出ないとき、シャワーを浴びるのは私にとって当然、当たり前のことです。そして、シャワーを浴びた。だから頭がすっきりした。シャワーを浴びて頭がすっきりするのも私にとって当たり前のことです。だからは自分の考えや態度が強く現れる接続詞です。ですから相手にお願いする理由を言ったり、ある理由でしたことは自分にとって当たり前だと説明したりするときに使います。例えば、会議が間もなく始まります。だから走ってきてください。道に捨てられていた猫がかわいそうだった。だから拾って育てることにした。私は日本語が好きだ。だから日本語教師になった。このような場合、だからを使います。二つ目は A、それで B です。A は原因や理由、きっかけ。B は事実。つまり、すでに起きたことや今起きていることについて言います。先ほどのいいアイディアが全然出てこなかった。それでシャワーを浴びた。この場合、シャワーを浴びたという事実があります。どうしてか。その理由は、いいアイディアが全然出てこなかったからです。そして、シャワーを浴びた。それで頭がすっきりした。頭がすっきりしたという事実の理由は、シャワーを浴びたからです。それでは事実。つまり、すでに起きたことや今起きていることの理由を言うときに使う接続詞です。ですから、
行け、話しなさいなどの命令やくださいなどのお願いには使えません。例えば、最近禁煙した。それで健康になった。彼は仕事をサボってばかりいた。それで来月会社をクビになるそうだ。私は日本語が好きだ。それで日本語教師になった。このように確実に起きた事実がある場合、それでを使います。3つ目は A、そこで B です。A は何らかの問題や状況があって、B は A を解決したり、さらに良くしたりする行動について言います。先ほどのいいアイディアが全然出てこなかった。そこでシャワーを浴びた。この場合、アイディアが全然出てこないという問題があります。その問題を解決するために、私はシャワーを浴びたんです。シャワーを浴びた。頭がすっきりしたは問題の解決ではありませんね。ですから、そこでは使えません。そこでは何らかの問題や状況があって、それを解決したり、もっと良くしたりするための行動を話す接続詞です。ですから、〇〇ことにした、〇〇しようなどの意思を表す動作が入ります。例えば、携帯電話が鳴った。そこで図書館を出ることにした。最近疲れが溜まってきた。そこで少し休むことにした。私は日本語が好きだ。そこで日本語教師になろうと思った。このように何らかの問題や状況があって、それを解決したりさらに良くしたりするときに、そこでを使います。4つ目は A すると B です。A は何かの出来事があって、B は A のすぐ後に起きた次の出来事について言います。先ほどのいいアイデアが全然出てこなかった。シャワーを浴びたはすぐに起きたことですか？いいえ、違いますね。ですから、するとを使うことはできません。シャワーを浴びた。すると頭がすっきりした。この場合、シャワーを浴びたという出来事があり、それからすぐに頭がすっきりしたという意味になります。するとは何かが起こって、その後すぐに次の出来事が起きた時に使う接続詞です。そのため、開くや飛び出すのような動詞がよく使われます。例えば、強い風が吹いた。すると突然ドアが開いた。プレゼントにもらった大きな箱を開けた。すると子犬が飛び出してきた。ウォッカを飲んだ。すると顔が真っ赤になり気持ち悪くなった。このように何かの出来事があって、その後すぐに次の出来事が起きた時にするとを使います。ここまで4つの接続詞を勉強しました。もう一度整理しましょう。どれも原因や理由とつなぐ文ですが、後ろの文が違いましたね。だからは自分にとって当然の結果や行動。それでは確実に起きた事実。そこでは問題を解決する行動。するとはすぐ後に起きた次の出来事。どれも同じように見えますが、実は4つの接続詞にはこんな違いがありました。しっかり覚えて作文などで使いこなせるようにしましょう。メッシュクラスにはこのようにネイティブだからわかる細かな違いを解説した動画が他にもあります。
ぜひこちらも見てみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。